こんにちは、大工の長屋です。今回はこちらの壁の窓の上に間接照明の幕板と天井を作っていきたいと思います。今回は間接照明とは天井の一段下がったところにもう一段別の天井を作って、この上の天井と下の天井の間に見えない電球蛍光灯を置いて、直接でなくて間接的に明かりを照らすということです。間接照明はいつ頃でしょうかね。40年ぐらい前が一番流行ったんじゃないですか。40年から30年かけて、普通の町や民家ですね、民家で家を建てますと必ず応接間って作りました。今は応接間なんてありませんね。応接間は必ず天井を凝った天井にしました。ちょっと細工して難しく飾りをつけたもんです。その時に壁に凹凸を作ったり、天井に団地にしたり、真ん中を上げたり、いろいろしました。その頃からこの間接照明が流行ってきました。またこういう間接照明が流行ってきたのはここ最近です。一息あまり作らなくてシンプルなまっすぐな天井が多かったと思います。昔の話はさておいて、この天井の下地をしていきます。一回上に天井を張ってあるので水平は出ているので、上の天井から水平を出して高さを出して下地をしていきます。下の天井は奥行き600しかありません。600の4メーターの低い天井になります。材料は杉の無地板を張りたいと思います。短い方向に張ります。だから長い方向に下地を入れています。でここで大体の下地ができたので、幕板寸法を測り切っていきます。幕板はこれ杉の材料です。杉の赤身だけのわめですね。一度合わせてみます。長さがあったのでボンドとビスで留めていきたいと思います。後ろに小穴をついたんですけども、天井板の切れ端を当ててみて、正確に下地の方からビスで留めていきます。そしてはみ出たボンドをきれいに拭いて、この幕板をまっすぐに留めていきます。これをきちっと留めていかないと、張ってた時にこの幕板が曲がったりトラブったりします。天井板の杉板を切っていきます。杉板は12ミリあります。手が届くほどの低い天井なので、より吟味してこの杉板を取っていきます。できるだけ色が揃うように白田重視で取っていきたいと思います。
数的に何枚かは赤みの部分も入ったんですけど、赤い部分は両側に、白い鮮やかなほど真ん中に貼っていきたいと思います。そうすることで真ん中が軽く感じて違和感は出ません。今これは寸法を出してるんですけども、計算するよりは全体の半分だけ実際の板を並べてやって、それを測って真ん中から割って両端の寸法を出します。張り出しの板を割り付け通りにカットして貼っていきます。貼るのは木工用ボンドと 4mm タッカーで貼っていきます。きれいに張り出しは直角を見て留めていきます。最初が曲がると最後まで曲がってしまうので、正確に直角を出して貼っていきます。照明器具をつける部分の底板を貼ります。底板を貼ってやらないと電気屋さんがこの部分に照明器具をつけることができません。今の照明器具は熱は持たないのですけども、少し広めに作ってあります。そして正面に壁と同じくボードを貼ります。今は正面のボードだけですけども、12mm の耐火ボードを貼ります。そしてその上に漆喰壁を塗ります。壁全体は白く仕上がります。そしてボードの継ぎ手にボンドを塗っておきます。そうすることでボードとボードが一体となってクラックは入りにくくなります。ボードの下の方は結構狭いところなのでビス打ち機が使えないのでバラビスで留めてやりました。これで落ち着いた感じの間接照明の幕板と天井ができました。以上、大工の初演でした。